見大好きエミネウです。今回は世紀のアース対決、グラウンドラジアル3種類、カウンターポイズ合計4種類のアースを比較させていただきました。で、RF 電流のね測定方法を工夫させていただきまして、アースの良し悪しをね実際にちょっと判断してみました。ぜひともその様子動画にまとめさせていただきましたので、ロングワイヤーアンテナのアースとして考えている方々の参考になればと思っております。いつも使っております 5m のロングワイヤー、これを使いまして実際にアース複数用意させていただきました。こちらの方にね、前回も紹介しましたグラウンドラジアル2本25センチですねの幅のアルミホイル5センチで、こちらの方にねビニール線も用意しております。こちらの方が 5m8 本、これをねちょっと可変しながらしていこうと思います。あと最後にちょっとこちらには見えないんですけどね、 10m のビニール線も用意させていただいております。そちらの方もねちょっと利用していろんな実験を進めていきたいと思います。こちらの方ですね、25センチそのまま一緒ですけど、今回ねこのビニールケーブル 5m をね今8本用意してます。これがねこのような形で現在 5m8 本をね1本に束ねた状態でテストしてみたいと思います。今こちらの方2箇所ね接続しております。で、共振周波数を測定してみますね。はい、しましたね。今からね、今現在こちらの方25センチ、それと 5m ものをねこういう8本今ね1本に束ねてますので、ほぼ1本に近いようなね特性になることは以前確認しております。8本あるんですけどね1本に束ねております。で、これでね実際に RF 電流調べてみます。まず共振周波数ですけど、チューナーは変えておりません。 7.092 で、こちらの方ですね25センチの方はね 18.9 で、こちらですね 9.0 ですので、電位はねこちらの方がまだまだ低いんじゃないかなと思います。こちら25センチ1箇所ですね。ここに対して8本をねこのような形で180度にね8本、360度がねちょっと場所的に難しかったんですけどね、8本このような形にね180度の方向に展開させてみました。これでねちょっとどうなるのか今から測定してみます。はい、このような形でね現在25センチで 5m8 本をね180度に広げております。この状態でねちょっと測定してみます。しますと RF 電流、こちらのグラウンドラジアルが 8.0mV、 こちらの方が 70.086V になっております。これでね、今のところですとやっぱり8本広げた方がね特性がいいことが分かりました。で、この状態でね少しだけ比較のために外してテストしてみます。はい、この状態でね8本テストさせていきます。しますとね 7.0 7.070 31.5 ですね。で、チューナーの設定は変えてません。設定は変えてないんですけどね、この状態でこちら側につなげますとこういう形ですね。で、チューナーちょっと回します。共振周波数 70.032、 RF 電流がね 34.7、35.2 流れてますね。ですのでやっぱり共振周波数が低い RF 電流も流れているということで、両方接続した時のテストでも分かったと思うんですけど、こちらの方がねやっぱり電位が低い状態でないかなということがね分かってきたような感じになっております。実際にちょっとね見づらくて申し訳ないんですけどね、 10m のねビニール線を少しだけこうちょっと見えにくいと思うんですけどね、ここ貼っております。10m、 これ完璧にね中から浮かしておりまして、カウンターポイント相当のね動き、そういうことがすでに確認済みです。この状態でねこちらの方25センチのと、あとこちらですね 5m の8本で、こちらの方のカウンターポイズをねテストしてみたいと思います。はい、この状態でね一遍25センチでセットをし直しさせていただいて、今ねちょうどこれぐらいの特性ですね、7.85で、こ
クランプ接続しますとね、このような形ですね。30.4 流れております。この状態で 10m のねカウンターポイズを接続してみます。しますとこういう形ですね。エスタバウ特性が少し、共振周波数をちょっと下がりましたね。なんかちょっと微妙なんですけどね。7.09 にほぼ一緒ぐらいじゃないかなと思います。この状態でね、もう一遍ちょっと測ってみます。17.7 で 10m のねカウンターポイズ、こちらを出すと 11.8 ですので、まあ今のところのテストですね、こちらの方が流れているような形になっております。しましたら今度ね、先ほどやったように一回ちょっと外させていただきます。 5m8 本、こちらでね一遍ちょっとリセットをかけさせてもらおうかなと思います。この状態でちょっと共振周波数を測定してみますと、結構低い方に来てますね。先ほどと一緒で7.50 ぐらいで、 RF 電流がここですね、 3.6 ぐらいまでね流れております。しましたらね、次こちらの方とラジアルちょっとやってみます。しましたらね、 5m8 本と 10m のカウンターポイントでねちょっと比較してみようかなと思います。エスタバル特性がちょっとだいぶ異なってきていますね。今 7.73 あります。そこで5m8 本のグラウンドラジアル 25.2、 10m のカウンターポイントですね、 9.8mV あります。でそれでやっぱり電位的にはね、こちら簡易的なチェックですけど 5m8 本の方がね電位が低いということが確認できました。で最後にどれぐらいちょっとチューナーの設定が違うのかね確認してみたいなと思います。カウンターポイズだけにしております。 10m のカウンターポイズだけ、この状態で、ね、ちょっと測定してみますと 7.052、 チューナーは全然触ってないんですけど 7.052 で RF 電流ですけど 29.4 ですね。こういうような、ね、結果になりました。はい、今回簡単にまとめさせていただきます。前と後を比較した場合に同じ結果が得られないっていうんですか、やっぱり結構アンテナっていうのはね立体空間で全てが動いておりますので、ちょっとでも何か触りますとねやっぱり条件が異なってきますので、まあ一応ねお互いの差を比較するためにこのような形ですね、個々に測るのじゃなくて同じようにねアースポイントを取りまして、どちら側にたくさん流れているのかっていうのをね実際にこう測定させてもらいました。こういう形ですね、どちら側かに流れているのかと、まさにこれがね、シーソーみたいなもんですよね。こういうシーソーですよね。たくさん流れる方が傾くような形でね、それでね評価することによってどちらがたくさん流れるのかっていうのはねそれなりの精度が出て測定できたんじゃないかなと思っております。であとはね今回ご紹介させていただきましたアース、これについても簡単に説明させていただきます。今回ね合計4種類紹介させていただきました。まずねこの A ですね、こちらの A、 これはもう毎回紹介しておりますアルミホイルを使った幅が25センチ 3m のねグラウンドラジアルになります。でこちら B ですね、 B の方でご紹介させていただいたのがビニール線、実際はコンマ7号式のビニール線を使っておりました。これをね 5m 使っております。であと C ということでこの1本だけの 5m1 本だけだったグラウンドラジアルをもうこういう形で8本に増やしております。8本に増やして180度ですね、角度としましたらね180度の角度に今回ちょっと展開させております。で今度ね D ですね、 D の方がもう本当にカウンターポイズですね。地表から浮かせてあります。地表からねこういう形で50センチを浮かしておりますので、完璧にねグラウンドラジアルじゃなくてカウンターポイズとして動いていることはね前回もちょっと確認済みになっております。これら4つを並べまして今回比較させていただきました。でちょっと確定データでもないんですけど、今回のね実験結果からしますと、まず一番電流の流れなかったものっていうのがこれですね。これが一番電流が流れませんでした。で2番目が意外や意外、もうちょっと私踏ん張ってくれるのかなと思ったんですけどね、
意外と粘ってくれなかったのがカウンターポイズですね。もう少しね1分かなと思ったんですけどね、今回の条件におきましてはカウンターポイズが3になりました。でその次にこれですね、幅広のグラウンドラジアルで、やっぱりねこの 5m8 本、これがね一番いい結果が出て1番になったという次第です。今回はねちょっとこちらの方アルミホイルを使ったグラウンドラジアルっていうのももともとは限られたスペースだけですので、限られたスペースでしたらねこの2つを比較していただいたら分かると思うんですけどね、駐車場の駐車スペースに収めようというような形ですと、こちらのアルミ製の幅広テープの方がね効果が高いということが分かったんですけど、本当のね屋外で多くのエリアが使えるような場合ですとね、やはり1本と8本だとね、この1本ですね、1本と8本ですとね、明らかに不利っていうことが分かってしまいました。ですのでまたその辺はね次回以降でいろいろとねテストしていって追求していきたいなと思っております。どうだったでしょうか。今回このような形でグラウンドラジアル、幅の広いものにつきましては1枚だけでテストさせていただきましたが、実際にねこの枚数とか設置する角度によってね条件がいろいろと変わるということが分かってきましたので、その辺もね追ってまた動画作成させていただこうかなと思っております。是非ともね皆さんの参考になればと思っております。おさらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。